うん。はい。はい。はい、ババンババンバンバアミバミバミバババンババンバンバアミババンバンババンバンバアミバミバミバババンババンバンアミバノノ。もうちょっとこっちにしたいけど、無理だな。はい。藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様、積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこにチュールを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャーを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、白黒の空太くん、白茶のゆりさん、茶トラのまさるくん、画面に収まっておりませんが、グレーのぐーちゃん、三毛猫のたまちゃんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じくじゃない、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい。にゃんこ。映ってないけど、見れるな。ぐーちゃんは今いないけどな。はい。で、1日1個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言いますので、一緒にいていただけると嬉しいです。では、いきますよ。せーの。ジャスティス。はい。まーちゃく、ジャスティス。尻尾の先がくるんとなってて、かわいいね、まーちゃんね。映ってないけれども、ぐーちゃんとくーたがまた可愛いことになってるな。はい。今日も塩入りさやでございますよ。はい。今日はちょっと塩いっぱい入っちゃったんでね。しょっぱいな、やっぱりな。いっぱい入れたけど、太刀打ちできないぐらい塩の方が多かったな。はあったかい飲み物が飲めて幸せだな。てんたまさん。今夜もジャスティスを今日はカクテルですか？おしゃれでございますね。カニタンさん、ジャスティス。カニタンさんはビールだな。てんたまさん、藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。ぴょんさん、毎日安定のジャスティス。藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。たぬこさん、こんばんは。ジャスティス。
ありがとうございます。はーい。今日も話のネタがないよ。いきなり。しょっぱなから今日も話のネタがないよ。今日も、一日中ミシンがけしてたからなっていうね、感じでございますよ。ね、で、なんだったっけな。カニタンさん、渋滞中ですな。猫渋滞中ですね。詰まってるな。猫密度が激しい。お皿が邪魔だね。あれ、まだ、なんだよ、いちいち一個ずつカリカリ残ってんじゃんかよ。だから今日さ、ずっとカリカリ残ってたんでね、にゃんこのご飯は買いに行かなきゃいけないなと思ってたんだけどさ、買いには行ったんだけどね、カリカリ残ってるからあげなくてもいいかと思ってさ、新しいのはあげてないのよね。そしたらさ、いつの間にかなくなってたから、ああ、ちょっと足んないかなと思ったんだけど、でも今日は鰹節もね、使っちゃってね、もう何もないからチュールだけでごめんよ、明日の朝まで我慢してくれ、みたいな感じで言ったんだけど、一皿に一粒ずつ残ってるの。どうしてもカリカリは嫌なんだな。チュールが綺麗に舐めとってあるけどな。ねえ、で、今日はそうだね、お外に出たのは、にゃんこのご飯ね、買いに行かなきゃいけなかったんで、まあ、それだけは出たんだけどっていう感じかな。で、今日は月曜日なので、ゴミ出しはあったけど、なんだ、農協はやってないからな。で、まあ、農協行かないんだったらスーパーも行かないみたいなね、最近はそんな図式になってきてるんで、今日はどうすっかなと思ってさ。まあ、ひとまず、ご飯はあるからご飯を炊くかみたいなな。で、スープはどうしよう、野菜ないからなって思ったんだけど、あ、そうだ、鰹節とね、とろろ昆布があるから、これでお吸い物になるなと。で、豆腐が一丁残ってたんで、お豆腐も入れてしまえとな。かさ増しでな。そうするとちょっとね、水分の量と豆腐があるから、味付けが薄いかもしれないと思って、で、昨日お腹が空いたんでね、野菜ブイヨンをさ、お湯で溶いてね、飲んだんで、それの残りの野菜ブイヨンがあったんでさ、あ、それ入れちゃえばちょうどいいかもしれないと思って、とにかく今日は家中にある残り物の整理というかな、中途半端に、残ってたものの、大掃除というか、全部ね、消費することができてよかったなっていう感じでね、おいしい美味しいお吸い物ができて、で、ご飯とりあえず炊いたけど、まあスーパーに行かないから納豆もないからさ、どうしようかなって思ったんだけど、やっぱりね、開けた、すりごまがあったわけよね。で、あ、そっか、すりごまあるから、すりごまでもかけてみると思ってさ、今日はご飯にすりごまかけてな。で、最初は塩かけようかなと思ったんだけど、なんとなく気分的に今日は醤油な気分だなと思ってさ、すりごまと醤油をご飯にかけて食べてみたわけよね。そしたらさ、なんか卵かけご飯の味がして、あーなんだ、卵っていらないんだ。卵かけご飯って卵いらないんだなと思ってさ。要は油と醤油の味だな、これ、と思ってな。なんだ、卵いらなかったんだっていうことに気づき。だから最初はね、卵かけご飯にしようかなと思ったんだけど、卵冷蔵庫の中入ってんじゃん、冷たいじゃん。でね、なんかもったいないなっていうふうに思ったんでさ、やめて、すりごまだけかけて、で、醤油をね、かけたらね、まあ美味しかったよ。まあ美味しかったよ。なんだ、卵かけご飯の味普通にすんなと思ってね。で、まあ美味しかったんだけど、半分だけ食べて、半分はおつゆの中に入れて、おじやにしてね、で、夕飯に、食べるんだけどね。で、かさ増ししてさ、結構お鍋にたっぷりなわけだよね。
で、食べるとさ、お茶碗3杯分ぐらいあるんだよね。だからその食べた直後は、なんか満足してね、ああ、もういいかな、今日はよく食べたなって思うんだけど、やっぱりね、5時とか6時ぐらい食べるからね、9時ぐらいにお腹空いちゃうんだよね。8時、9時ぐらいにね、やっぱりどうしてもお腹空いちゃうんだよね。で、まあ今日はね、昨日焼いたパンがあるからね、それを食っちまったよっていう感じで、今日もダラ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 と一日中食べておりましたっていう感じかな。まあ、あとはコーヒーのお供に朝やっぱりね、昨日焼いたパンにピーナッツ、クリームを塗って、で、それをコーヒーのお供にね、食べましたよっていう感じ。まあ、その後は洗濯して、で、ミシン掛けみたいなね、感じでございますよ。ジャスティス、渋滞。カニタンさん、卵はぜひ食べてくださいね。冷たいからさ、冷蔵庫の中入ってるかな。生卵は今冷たいからね。やっぱりちょっと料理に使った方が、安心かな、みたいな。安心、かな、みたいなね。カニタンさん、タンパク質や、大事な、大事な、ね成分がありますね。ピョンさん、ごまもコーヒーもすりたてうまい。コーヒーのすりたてって私、飲んだことないかもしれないな。そうなんだ。すりたてが美味しいんだ。ね、子供の時ね、母方の実家の方のおじいちゃんが、コーヒーね、凝ってて、なんかね、試験管みたいな装置でコーヒーを入れてたんで、その時多分ね、吸ってたと思うんだよね、コーヒーの豆もね。だからそのすりたての匂いは嗅いだことはあるんだろうけど、まあ、なんつったって子供の時だからね、全く覚えてないけどっていう感じなんでね、いいね。すりたてのコーヒー飲んでみたいもんだわね。どっかに行ったら飲めるもんなんだろうかね。コーヒー屋さんに行ったところで、すりたてのが飲めるかどうかっていうのは、ちょっとどうかなっていう感じだもんな。で、あと何の話？食べ物の話したな。食べ物の話して、で、今日はにゃんこのね、ご飯がないからどうしても買いには外行かなきゃいけないんだけどと思いつつ、まあ、ミシンだけ必死にこいてやってて、で、まあ、夜になっちゃったからね、さすがにもう買いに行かないと、にゃんこの夕飯がないと思って買いに行って、で、今日はセイムスでなんか15%引きのクーポンが出てたんで、それ使わなきゃと思ってな。それで、にゃんこのご飯、ウェットのご飯を買ってね、そこではね、カリカリで欲しいものはないんで。で、目の前のドラッグストア行って、今日はね、ルーレットで、10%引きのクーポンが当たったのでよかったよと思って。よかったと思ってな。昨日か、一昨日か。一昨日は外れでね、買えなかったんだよね。ダメだ、外れたと思ってね。なので、買わなかったので、今日は行かないとって感じだったんだけど、今日は当たったので、よかったよと思ってね、カリカリ買ってきたけれども、にゃんこはカリカリ食べずじまいでな、みたいな感じだな。ね、寒いのか知らんけどな。で、最近さ、前はね、食べこぼして床に落ちたやつからにゃんこちゃんと食べてくれてたんでね、いい子だなっていう感じでさ、なんか特に私がね、片付けたりとかしなくても、お家の中は綺麗だったんだけど、最近なんか食べこぼして床に散らかったやつ、なんか見えないのか何なのか知らないんだけどさ、そのまんまなんだよね。あれとか思って、だからしょうがないから私が拾って皿の上に乗っけてやってるんだけどさ。でもなんかいつの間にかまた食べこぼしてるんだよね。なんかあれ拾わなかったっけみたいな、デジャブみたいな
感じでさ、床に散らかってんだけどさ、そのままほっといてもさ、やっぱりずーっと、やっぱりずーっとね、散らかってるんで、もうしょうがないなと思ってまた拾ってね。で、ようやくだよね、一日の終わりにさ、お皿きれいに片付くかしらと思ったらさ、一皿に一粒ずつ残していっちゃうか。今、ぐーちゃんが一粒食べてくれましたけど、ぐーちゃんが食べてくれましたけど、あともう一皿のカリカリ一粒が残ってますけど、ど真ん中に。何なんすかね。ね。で、あとは何の話すればいいんだ。買い物の話しただろう。食べ物の話しただろう。もうないな。もうないです。あとは今日の、質問は、ね、質問も思いつかないな、なんて思ったんだけど、なんか、睡眠薬な、睡眠薬私、飲んだことないなと思ってさ、睡眠薬って多分、ね、病院にかかって、処方箋かなんかもらって、で、薬局行ってもらわないと、もらえないもんなんじゃないのかなと思ってんだけど、違うのかな。薬局で普通に睡眠薬って買えるもんなのか。とにかく睡眠薬ってさ、私のイメージだとさ、サスペンスとかでさ、ね、なんか大量に飲んで自殺図るとかっていうのあるじゃんか。なんかそういう薬っていう認識なんだけど、そういうもんでもないのかね。みんな普通に、睡眠薬買って、寝れないなっていう時には飲んで寝るのかね。いや、寝れない時に睡眠薬飲んで寝れるもんなのっていうのもさ、すごい謎なんだけどな。だったら寝れんじゃないとかさ、寝れない時は薬飲んでも寝れないんじゃないっていう、なんか感じがするんだけど、どうなんだろうね。そういうもんではないのかね。睡眠薬飲まないと寝れないっていうことは飲めば寝れるっていうことなんだよね。じゃあ、寝れるもんなのか。ゆりたんは、なんか、あれ、抹茶だった。ゆりたんかと思ったら抹茶かった。ごめんね、人違い。違う、猫違い。どうしたね。今日一日中、こたつの中いたから起きたか。あれゆりたんもいるかと思ったら、ゆりたんいなかったな。はい。では、タロットカードタイムでございますので。78枚の中から、1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。ピアさん、病院で処方された睡眠導入剤、飲んでますが、寝れないからライブ見てます。だから、ね寝れないときは飲んでも寝れないんじゃないのとかって思うんだけど、そうじゃないのかな。薬飲みすぎで、慣れちゃって、だから飲んでも効かないから寝れないみたいな、そういうことになるのかな。睡眠薬飲み慣れてないときに寝れないからっていうふうに思って、初めて睡眠薬飲んだら寝れるもんなのかな。なんかイメージ的に寝れないんじゃねえって思うからさ、蛍光灯がやばいね。チカチカ言ってるね。蛍光灯高いんだよな。ね、で、すぐ切れんだよな。で、このさ、天井の蛍光灯って変えんのすごい大変なんだよね。すごい大変なんだけれども、これな、電気ないとやっぱりさ、暗いんだよね。電気ってすごいよな。ありがたいけれども、
ね、あれだって、日本人は電気があるからね、諦める時間っていうのがないんだってね。だから電気がない、国の人は諦める時間っていうのがあるんで、まあね、その日が落ちて暗くなっちゃうと、もうね、やることないっていうか、明るい時にできる活動ができないんで、今度はね、まあ、暗くなってからの時間が、まあ、またね、楽しいんだよっていうのでね、でも日本人は電気があるからずっとね、諦める時間がないからね、なんかしてるでしょ、自分のことをね、取り組む時間がないでしょっていうので、日本人はいつ諦める時間をね、取るんだいっていうふうに言われるらしいな。たまちゃんは大きい声で泣くんですよね。抱っこしてあげても、最近は大きい声で泣くんでびっくりするって感じな。あとは朝ね、マチャがさ、耳の横ででかい声で泣く。はい、わかりました、わかりました。すいません、すいませんって感じな。カニタンさん。ツボや針で自律神経整えるという方法もある。あ、そうだね。そっちの方のが多分確実なんじゃないのかなって思うんだよね。薬使うよりね。てんたまさん、蛍光灯は切れそうで切れないので、そう。切れそうで切れないよね。いつ交換するか難しいですね。そうなんで。でさ、買うと高いしさ、今、どこで売ってんのかわかんないわけよね。だから切れちゃったらどうしていいかわかんないわけよ。で、もう一個あるわけよね。こっちとあっちとあって、で、こっちしか使ってないんでさ、こっちの、6本ぐらいあるんだよ。6本ぐらいついてて、でね、1本切れると、あっち側からね、使ってない方から1本持ってきて交換してたんだけど、さすがにもうね、ないんだよね。もうね、全部持ってきちゃった感じで、もうないんだよね。だからこれ切れちゃったらさ、どうするっていう感じなんで、なんかひっくり返ってるやつだった。ひっくり返ってるやつだったな。気にしなかった。梅酒トープ。梅酒か、また梅仕事の、季節がやってくるのかな。まだかまだかな。しょっぱい。行き急いでる感じかな。じゃあ、シュトップの掛け声いただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージ、どうしてたまちゃん、かわいいの、はい、こっから入るのかい、こっちから入るっていうこだわりなんだな。いただこうと思います。では、いきますよ。せーの、チカチカ言ってんの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの、じゃじゃーん。戦いのカード。あれ、なんかこれも最近見た気がするね。最近見た気がするな。戦ってるからかな。戦ってるからこんなカードばっかり出てくる感じなのかね。と、カニタンさん、梅か、いいですね、かな。いいですね。ね。梅干し、ね、つけるの昔は嫌だったけどさ、嫌だったけどっていうか、嫁に行った時にさ、その家がさ、梅干しをさ、つける家だったんだけど、なんかお父さんがね、梅干し作りにハマってて、で、ただつけるだけじゃなくて、外に干す、なんかカラカラにする梅っていうのを、だから熟々の梅干しじゃなくて、カラッカラの梅干しをさ、作ってたんだよね。でさ、外に干すんだけど、
お父さんはね、サラリーマンで、まだね、なんだ、あの、会社に行ってたんだよね。だから朝、会社行く前に、外に出して、で、まあ帰ってきたらしまうみたいな感じなんだけど、だから会社行ってる間に、雨降ってきちゃうことがね、結構あったわけよね。そうすると、家にいる人が、の中にね、部屋の中っていうの、取り込まなきゃいけないらしいんだけどさ、もう私は知ったこっちゃないからさ、そんなことは知ったこっちゃねえからさ、雨降ってくるとね、なんか呼ばれてさ、なんかね、その梅を中に取り込めとかってね、言われてさ、濡れんじゃっか雨降ってんだからよ、みたいなのでね、もう本当、梅干し作りがさ、まあ迷惑というか、その作った梅干しさ、食べないわけ。作るだけ作って食べないわけ。だからずーっとね、蓄積されて、されて、毎年毎年ね、増えるわけよね。誰も食べない梅干しがさ。もう何のためにこれやってんのっていうのがさ、もうさ、イラッとする感じだったんだよね。だから梅干しっていうとちょっとね、なんかやる気しないなって感じだったんだけど、ただもうね、自家製の漬物っていうの、そのね、おばちゃんたちがね、野菜農家のおばちゃんが作った漬物、無添加の漬物とかはもうね、買えなくなるみたいだからさ、そうすると梅干しも自分で漬けるしかないんだなっていうふうに思ったら、まあ、梅干しは梅に塩でね、塩を入れればいいんだろうっていうふうに思ったらさ、じゃあ、それでいいんだったら、なんかちょっとやってみようかしら、みたいな気にね、今はなってるけど、そんな、そんな思い出話をちょっと語ってみた。傾向とやばいね。かなりチカチカしておりますが、えっと、なんだ、部屋を暗くして、画面から離れて、見てくださいっていう感じ。たぬこさん、梅酒大好きね。みんな梅酒はうまいっていうもんな。梅酒飲めないからわかんないけどね。これなんだっけ、ソードの5本もあったか。そっか。ソード5の、ソード5、どれだ尊大強引、嫌なやつ、小あるかななんだこれ。わかんねえ。小あるかな、ソード5です。灰色の雲がかかる空と海を背景に、3人の男性と5本の剣が書かれています。基本の意味。数とのキーワード、知性、思考、言語。数字のキーワード、対立、破壊、葛藤、破壊的な争い、容赦のない制圧。手前には絵に浮かべながら3本の剣を手にする男が描かれています。足元には2本の剣、その向こうに肩を落とし立ち去るように見える2人の男性。争いの後の勝者と敗者のよう。背景の空には灰色の雲が流れ、穏やかな海も見えます。色の要素。赤、情熱、行動、生命力。緑、生命力、みずみずしさ。背景の灰、ニュートラル。今日は正位置だね。イメージ。ソード語が自分を表すところに出たあなた。もしかして意地悪になっていないかい？もしくは相手を表すところに出たあなた。もしかして意地悪されてないかい？
相続語は絵柄の通り、暴力的な権力と支配がその場に存在することを表します。剣を3本持った男が、ざまあ見ろとばかりに背景の、肩を落とした男性たちに視線を送っていますね。この男、強いのは間違いないのでしょうが、敗者がこれだけ落胆している様子を見せつけているあたり、よほど容赦のない感じでやっつけたのでしょうね。そうどごは本当にそこまでやる必要はあるのと言いたくなるような暴力的な権力と支配がキーワード。あ、そうなんだね。手前にいる男が後ろの人たちをコテンパンにやっつけて、変どうだとしている絵です。それもソードのスートなので、思考、理論、言語の力で相手をやっつけている。いわゆる論破するなんて言い回しがありますが、これはまさにそういうシーン、力で勝つのではなくて頭脳や技量で勝つことを示している。相手を理屈でねじ伏せて言葉で、押し負かし、結果的にその場を追い出したり、そういう状況です。この絵の通り、戦っている最中ではなくて、戦いが済んだ後、もう決着はついているのだ。後の人たちはあからさまにうなだれて背を向け、とにかくひどい負け方をして、辛く悲しい思いをしている。ただ血は流れていないので、本気の殺し合いというわけではない。負けた人たちもおとなしくその場から立ち去っている。ということは、これはプライドや名誉を守るための小競り合いで、相手を打ち負かすことに意味がある。自分の立場を確立するために、相手を蹴落として自分の力をアピールするための戦いなのではないなかろうか。理論や理屈でやり込めて、戦略的に相手を追い詰めて追放する。あるよ、そういう場面。見たことある。きっと皆様も目にしたり、渦中にいたりしたことがあるでしょう。その時の実際の状況や騒動後の周りに出ているカードによって、追い詰めた側になるか、追い詰められた側になるか変わってきます。登場人物の中で一体誰がどのポジションなのか、注意深く探りながらリーディングを進めましょう。例えば恋愛を占っているとき、状況のところに出ると、まずは、大丈夫？喧嘩してない？と聞きたくなります。大抵の場合は関係がうまくいってないか喧嘩しているときに出やすい。喧嘩という状況にまでなってなくとも、相手の攻撃、支配的と行動を自分が我慢しているか、逆に相手に我慢をさせているか、また相手を表すところに出ると、相手のプライドの高さが悪い方向に作用して攻撃的になっている。普段は自分に、自信があって堂々としていてかっこいいと思える相手でも、ひとたび攻撃性を持ってしまうと、トラブルにつながることが多々ある。もう少し穏やかなカードが出るようになるまで様子を見た方がいい。はい。結構長かったのかな。他のカードの紹介はこちら。それだけだったのか。正位置逆位置の、なんかあれはなさそうだな。これはどうだ？恋愛のやつか。キーワードは混乱、争い、不正、悪意、裏切り、正位置だな。正位置が、不名誉な勝利、欲望が絡む行為、何らかの混乱や争い、波乱を含んだ状況、手段を選ばず強奪する、戦略的に行動する、大義のない勝利、駆け引きを楽しむ、力ずくで勝ちに行く、カードは何らかの言い争いやトラブルを表しています。手前にいる人物はあらゆる手段を使い他の人から権を奪い取りました。このことから自分の利益だけを考える、人物やずる賢さ、戦略的思考を表しています。
勝利を得たものの、その後には虚しさだけが残ることを意味するカードです。なるほど。で、正位置は、何としても振り向かせたい、誰でもいいという気持ち、自分自身で思いやりのない人、自分勝手で思いやりのない人、遊び目的の恋、駆け引きを楽しむ、やましい気持ちがある、わがままな性格、恋愛感情はない、自分の欲求を満たすだけの恋愛。はい。まとめあるかな、これ。まとめなさそう。あった。まとめ。総読を読むときに気をつけること。自分のエゴから出てきた争いやトラブルを表しています。争いは解決に向かっているわけではない。どんな方法を使っても勝ちたいという深層心理には、自己否定や、コンプレックスが隠れている。自分の欲望のために相手を、戒めるだけの惨めな争いで、本当の幸せをつかむことができるのか考えてみる必要があります。はい。ってことはなんだ自分の欲求を満たす違うな。コンプレックスかな。コンプレックスに、苛まれているかいっていう、そういう、どういうことメッセージなのかい？はい。なんだかね、あまりよろしくない感じのカードでしたが、いかがだったでしょうか？楽しんでいただけてたら幸いでございます。てんたまさん、美味しい梅干し食べたいですね。たぬこさん、砂糖とリンゴ酢と塩のみで作られた梅干し美味しいです。てんたまさん、たぬこさんは梅干し通ですな、そうだな。かにたんさん、本格的ですね。たぬこさん、てんたまさん、東急に、売ってますよかな。そうなんだね。私はね、ばあちゃんにね、昔ね、梅干しもらったわけよね。でね、ばあちゃんの梅干しもそういえばカラカラの梅干しだったかな。なんかぐじゅぐじゅの梅干しではなかった気がするんだよね。で、なんかちょっと食べにくいなと思って、で、それをね、蜂蜜につけたんだよね。蜂蜜につけたというか、ちょうどね、ジャムの瓶の中にその梅干しを入れて、なんかくれたんだよね。だからそのジャムの瓶の中に蜂蜜を入れてしばらくね、置いといて、で、食べたらね、美味しかったね。なので、時々それを食べて、で、残り蜂蜜が残るじゃないか。梅干しつけた蜂蜜がさ。で、それはそれでね、お湯で溶いて、蜂蜜梅みたいな感じにして、飲んで、最後まで美味しくね、いただけたので、よかったよってね、感じだったかな。だから、美味しい梅って言うと、私の中ではそれが、なんか、美味しかったなっていうね、感じだね。で、ぴょんさん、お弁当の梅干しはカリカリなのが、好きかな。カニタンさん、飴の中にカリカリ梅、少しかな。梅干しが、入ったものは食べたことあります。あ、飴の中にカリカリ梅っていうのは、あんずじゃない、えーと、なんだったっけ。最近食べなくなっちゃったかな。露店自体が見かけないし、なんだっけ。あんず飴でよかったんだっけあれの、す、名前が出てこない。赤いやつ。あれとは違うのかな。カリカリ梅っぽいけどね。あれ好きなんだよね。私、
まあ今はちょっとどうかわかんないけど、子供の時はね、必ず露店が出るとさ、あんず飴でよかったんだっけ。あれね、必ず食べてたね。で、みんなはさ、なんかみかんとか他のやつもあるんだよね。なんかみかん覚えてんのはみかんぐらいしかないんだけど、私は赤いやつしか食べないんでさ、赤いやつが好きなんだよね。でっかいしさ、みかんなんかさ、ちっちゃいじゃんか。で、同じ値段なんだよとか思ったらさ、赤い方のがでっかいしさ、いいじゃんとかって思ってさ、まあ、それが好きだからなんだけど、そればっかりね、いつも食べてたかなって感じね。とりあえず露店が出ると必ずそのあんず飴食べて、で、あとは、まあ、あれだな、今川焼きの小倉をね、食べて、昔は小倉しかなかったからね、今みたいにいろんなものはなかったんで、まあ、今川焼き食べて、であと、うちの前にね、じゃがバターが出てたわけよね。で、うちの母親がじゃがバター大好きでさ、なんか時々買ってこいっつってさ、お金くれるんでね。だから時々じゃがバターは食べてたかなっていう感じなんだけど。で、あとは、まあ、たこ焼きはお金に余裕はないけど、まあ余裕あったか。昔は結構私は金持ってたからな。溜め込むのが好きでさ、お金集めるのがね、大好きで、結構思ってたと思うんだけど、子供の割には。でもね、そう、溜め込むのが好きなんで、使うのが好きじゃないんでね。だからあんまり、たこ焼きは高かったんで、子供的にはな。まあでも、ね、ワンシーズンに1回ぐらいは買ってたかなっていう感じかな。綿菓子はなかなかちょっとね、量が、なんだ、空気で膨らんでるけどさ、物自体はさ、全然ね、しょぼいっていうか、食べるとこないじゃんか。それなのにさ、高いから、なんか綿菓子はあんまり自分では買わなかったかなっていう感じね。買ってもらった時だけ食べてた感じ。自分で綿菓子はいつもね、見てはいるけど、買わなかったかなっていう感じだな。で、あとなんだ、焼きそばかなんかがあったのか。で、後半になってきたら、広島焼きっていうのかしら。なんか変わり種が出てきたよな。お好み焼きか。お好み焼きのことを広島焼きつってたのかな。なんかお好み焼きかなんかが出てきた気がするんだけど、前はたこ焼きと、なんか焼きそばと、フランクフルトがあるか。フランクフルト私食べないんだよね。なんかさ、ちっちゃいじゃん。ちっちゃいじゃんとか思って。なんかフランクフルトは食べないんだけどさ。フランクフルトあったな、そういえばな。で、あとはあれか、チョコバナナがあるか。チョコバナナも私自分じゃ買わねえからなっていう感じなんでね。あんまり覚えてないけどな。そんなところか。てんたまさん、東急か。ピヨンさん、お弁当の梅干しはカリカリなのが好き。飴の中にカリカリ梅干しが入ったものは食べたことあります。てんたまさん、コウメちゃんの大きいやつですか？コウメちゃんはカリカリ梅じゃないよね。カニタンさん、透明で少し黄色い、飴の中央にしょっぱい梅干し入りです。なんかね、梅肉入りのさ、透明の飴は確かにある気がするな。それは舐めたことはあると思うけど、カリカリ梅だったねえ、てんたまさん。近所にラムがあるので、たこ焼きは100円で買えちゃう。ラムーってなんだ？スーパーの名前かな。ラムーがあるので、
たこ焼きは100円で買えちゃう。そうなんだね。100円で買えるんだ、ラムってとこはな。そう。で、たこ焼きでそういえば思い出したけどさ、今日は朝起きて、ね、コーヒーのお供にさ、甘いものを食べながらさ、YouTube 見てんだけど、その時に、海外朝はなんか時事ネタをさ、扱ってるところを見て、で、まあ世の中の情報をね、一応、ちょろっとは拾ってみたいなね、感じなんだけどさ、今日はね、西園寺さんっていう人がさ、旅行系なのかな、鉄道系なのかな、YouTuber の人さ、まあそんなにしょっちゅう見てるわけではないんだよね。なんか確か長かったからさ、長いんで、あんまりそんなに集中することがないんでさ、そんなにしょっちゅうは見てないんだけど、今日ね、その大阪人が教える大阪の観光みたいな動画ね、やっぱり1時間ぐらいあるんだけどさ、それがおすすめにね、上がってきてたんで、ちょっとそれね、大阪行くのに情報がね、あった方がいいから見ようかなと思ってさ、見てみたんだよね。そしたらあの人、大阪人なんだね。それは知らんかったと思ってさ、大阪人だったのかと思ってさ。で、そんなに見たことないのにさ、その、西園寺ツーリズムかなんかでさ、先輩らしいけどさ、どうもさ、先輩が出てくるんだよね。で、そのツアーのお客さん的な感じでさ、その設定がなかなか好きなんだけどさ。で、またそれもさ、そのパターンだったわけよ。だから私、西園寺さんの動画そんなたくさん見てないのにさ、そのね、ゲストの人がいるバージョンの、動画ばっかり見てるけど、なんかいつもこの二人でもしかして出てんのかしら。いや、違うよなっていうね。なんかそんな感じで、ずいぶん、なんかね、二人で出てる動画ばっかり見てるなぁなんて、今日は思いながら大阪観光の動画を朝ね、見てました。天玉さん。関西圏で、展開している日本で一番安いスーパーで、焼きたてのたこ焼き、6個100円。6個100円で売ってるんです。今でもその価格っていうことなのか、昔は100円だったとかそういうことじゃなくて、今でも6個100円なんですか。そりゃすげえな。そりゃ買っちゃうな。100円だったらいいかと思ってさ、買っちゃうよな。にゃんこかわいいな。にゃんこかわいいけどさ、そうで、そのね、西園寺さんの今日見てた動画でもさ、やっぱりね、大阪人って値段が安いイコールいいっていうところがあんのかな、みたいな感じでね、ここは安いからいいんだ、みたいな感じで、なんかおすすめしててさ、やっぱり、どこだか、京都の方面かなんか行くときにコロッケ屋さんがあって、神戸だったかな、神戸の方に行くのにコロッケ屋さんがあって、で、そのコロッケがうまいんだと。まあ、いろんな種類があるんだけど、とにかくコロッケがうまいから、全員に食べてほしいっつっておすすめしてたんだけど、ただコロッケがなんか一番安いみたいだったんだけど、値上がりしてたみたいで、10円値上がりしてたみたいな感じでね。まあ、10円値上がりしてても、まあ100円なんだけどねっていう感じね。で、コロッケを、食べてたなっていうのでさ、お肉屋さんが、揚げてるコロッケって美味しいよねみたいなこと言ってて、で、そういえばな、うちの、地元にも前は、その、お肉屋さんなのかな、あったけどもさ、で、コロッケね、あったけど、揚げてたけどね、一回も食べたことないか、一回ぐらい食べたことあるかわかんないけど、とにかくもうね、みんなこの辺のお店はさ、高齢化しちゃってね、閉めちゃって、みたいな感じ。だからそこも前はパン屋さんと、パン屋さんがあって、その肉屋というかコロッケ屋というかわかんないけど、そんなお店があって、みたいな感じで、一応商店街っぽくね、
お店はいくつかあったはずなんだけど、なんか全部なくなっちゃったんでね。なんか、そういえば昔はあったなぁなんて思ったな。えーっピョンさん、たこ焼きの鉄板があるので、時々一人タコパしてます。あ、いいね。カニタンさん、久留米も6個100円で売ってたところがあったな。7年前ぐらい。でも、最近は知りませんね。そうだよね。最近はだって値上がりのスピードがまあ激しいからさ。いくらになってるかわかんないけど、ただもうね、値上げしないときっとさ、やっていけないんだろうからね、さすがに今はね、値上げしてんだろうな、ぐらいなね、感じはするけどね。値段据え置きっていうところ、あんのかしらねっていうのでね。そう。で、やっぱりラーメン屋さんに行くんだよね。とにかくなんだ、たこ焼き大阪に来たらたこ焼きって思うかもしれないけど、大阪人は、うちでたこ焼き焼くから、正直、大阪でたこ焼きは食わんっていう話で。で、なんかラーメン屋さんがあって、で、そこのラーメンがね、2種類しかないからシンプルでいいんだっていうのでさ、で、値段も安いからいいんだっていうのでさ、で、食べて、で、やっぱり値段が安いのが良しとされてるんだなっていう感じだったんだよね。で、結局どっかしらでたこ焼き食べてたんだよな。なんかちょっと離れたね。駅からは離れてるんだけど、ここのたこ焼きがいいんだっていうので、値段が安いから、値段が安いから、ここのたこ焼きがいいんだみたいな感じでね。なんか結局たこ焼きは食べてたんだけどね、値段が安いのがいいんだっていう感じで、なんかね、常になんかおすすめしてたなっていう印象だったね。ハニタンさん、ヨッシーがリピートしてたヨシさは値段が安いのがヨシとしてる感じかな。てんたまさん、ぴょんさん、自分もたこ焼きよく焼いてますよ。そうなんだね。外刈り中トロでね、たこ焼きを上手に焼ける人いいよな。ね、自分がもしたこ焼き上手に焼けるんだったら、そりゃあうちで作った方のがさ、いくらでも食べれんじゃんか。外だとね、せいぜい最近は6個とか、昔は1パック8個ぐらい入ってた気がするんだけどさ、今なんかちょっと大玉なのかわかんないけどさ、なんか6個ぐらいしか入ってないじゃん。とにかく1パックって考えるとさ、子供の時あと1パックな、足りね足りねえとか思ってて。でやっぱりさ、一家行った時にたこ焼き焼くとかいうので、いくらでも食べれたのが嬉しかったなっていうね、思い出があってな。でも自分ではたこ焼き焼けないからさ、自分で焼けたらもうエンドレスで食べれるからいいよな。ハニタンさん、いいな、ジュルルね。いいよね。ピュンさん、天玉さんの方がうまそう。ねえ、天玉さんはこだわるかもしれないな。なんか焼き加減とか上手にね、こだわって研究して作ってそうな感じするよな。天玉さん、塩か素焼きで食べるたこ焼きをやっぱり研究してんだ。研究してます。そうそうね。で、なんかタコパって流行ってるらしいじゃんか。で、私はほら、あんまりね、いっぱいの人が集まるのは苦手。まあ、せいぜい4人ぐらいがいいなっていう感じで、それ以上だとちょっとみたいなところがあってさ、パーティーとか言われるといいやっていう感じなんだけど、どうもね、タコパ流行ってたみたいで、でね、タコパ主催するって人がさ、ただタコ入れるだけじゃつまんないから、なんか何入れた方がいいかなっていうふうに、なんか相談を持ちかけられたことがあって、で、オリーブでも入れればってね、なんか適当なこと適当なこと言ったんだよね。そしたら、オリーブはちょっと想像したことなかったな。ちょっとやってみようかな、みたいなことになって。
でね、そのタコパで、オリーブをね、入れてやってみたんだって。そしたら美味しくって、なんか好評だったんだって。で、まあ、言い出しっぺの私にも食べさせてあげたいっていうので、まあ、うちでね、そのたこ焼き作ってもらったことがあるよっていう感じ。てんたまさん、しようか。読んだな。はい。てなわけで、本日も武田ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録とグッドボタンを押して、誰もグッドボタンを押してくれない。グッドボタンを押して、スパッチャを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。あったかいね。眠いのかな、それともヒーター前にいたからあったかいのかな。ね、ここにね、柄があるんだよね。実はここに柄があります。はい。というわけで、明日も見て、明日じゃない、次回も見てくれるかな。はーい、いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、夢見てね。おやすみなさい。バイなら。